皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカで GDP の1から3月期が発表されました。それによると、アメリカ経済にブレーキがかかり、また物価の上昇も確認されています。トランプ大統領は関税政策をもってアメリカに製造業を戻し、見捨てられた労働者たちを救済する。それによってメイクアメリカグレートアゲン、MAGA と呼ばれる偉大なアメリカを取り戻すんだというような政策を打ち出しています。しかし、トランプ大統領の狙い通りには今のところ経済は動いていないようです。日本の立場から考えれば、関税戦争の勃発によって中国経済が傷んで軍拡の原資を失うといったことは望ましい展開ではあるものの、中国同様にアメリカも大きな痛手を受けては日本経済にも悪影響が及びます。トランプ政権下のアメリカの経済が今どのようになっているか、関連ニュースを追っていきましょう。NHK よりアメリカ1月から3月の GDP 伸び率は年率換算マイナス 0.3%、関税影響色濃く。アメリカの今年1月から3月までの GDP、国内総生産が発表され、前の3ヶ月と比べた伸び率は年率に換算してマイナス 0.3% となりました。2.4% のプラス成長だった前の期から大きく減速して、2022年1月から3月以来、12期ぶりにマイナスに転じ、トランプ政権の関税措置による影響が色濃く反映された形になりました。また、アメリカ経済の動向を見るときに重要な指標である雇用状況についても悪化していることが示されました。アメリカ ADP 民間雇用4月 6.2 万人増に鈍化、予想下回る。アメリカ ADP リサーチインスティテュートが発表した4月の全米雇用報告によると、民間雇用者数は6万2000人増となり、予想以上に鈍化した。ロイター調査によるエコノミスト予想は11万5000人だった。予想11万に比べて6万人増というのは、かなり雇用の勢いが失われたことを意味しています。数値が発表される前の世論調査では、すでにアメリカ国民は実体経済の悪化といったものを肌感覚で知っているようです。アメリカ国民の 59%、トランプ氏の政策が経済を悪化させた CNN の世論調査。CNN の最新世論調査によると、トランプ大統領の政策が国内経済を悪化させたと回答した人は、アメリカ国民の 59% に上った。3月の 51% から上昇し、バイデン前大統領在任中の最も悪い記録と並んだ。アメリカ国民は依然として経済に広く不満を抱いており、ホワイトハウスが新たに掲げた全面的な貿易政策への期待はほぼ見られない。新たな関税の影響はまだ大きくは出ていないものの、すでに10人中6人がトランプ氏の政策によって生活費が上昇したと回答し、政策が物価下落に貢献したとの回答はわずか 12% だった。全体として国民の 69% が今後1年間に景気後退に陥る可能性がある程度以上あると考えており、そのうち 32% は可能性が非常に高いと回答している。経済について楽観的または熱狂的だと自認する人はわずか 34% で、29% が悲観的、37% が不安を抱いている。45歳未満に限ってみると、10人中7人は悲観的または不安としており、有色人種ではこの割合が 76% に上る。ただし、共和党支持者の経済状況全般に対する見方は、ここ1ヶ月で改善しており、大半は長期的に見れば、関税が国の経済にプラスの影響を与えると考えている。共和党の支持者の人たちは、少しぐらい足元経済が悪くなっても、長い目で見れば大丈夫だというような意見を今も持っているようです。ただ、その足元での景気後退の関連ニュースはちょこちょこと出始めています。トランプ関税で保護のはずが2万人削減の UPS、100年に一度のリスク。アマゾンは余儀なく方針転換。トランプ大統領が繰り出す政策をめぐり、世界各国の企業が対応に追われている。トランプ氏が関税で保護しようとしているはずのアメリカ企業でも、経営方針や計画の見直しを迫られたり、人員削減や損失の計上を余儀なくされたりする例が相次ぐ。ネット通販大手 Amazon.com は自社の通販サイトで一部商品を対象に輸入の際にかかった関税額を表示する案を検討していたが撤回すると発表した。アメリカメディアがこの案を報じると、
トランプ政権の報道官は敵対的で政治的な行為だと強く非難した。トランプ氏もアマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏に直接電話をかけて不満を表明したという。アマゾンは関税額を表示することで値上げへの理解を消費者から得る思惑だったとみられるが、政権からの圧力を受けて方針転換を余儀なくされた模様だ。物流大手 UPS は年内に2万人の人員を削減すると発表した。世界の従業員数の約 4% に相当する。アマゾンからの委託業務の縮小に伴う措置と説明しているが、関税による貨物減少を見込み、前倒しでコスト削減に着手したとの見方も出ている。UPS は中国初の通販サイト、シーインなど中国からアメリカに輸出される貨物の配送も多い。キャロル・トメ CEO は、世界は100年に一度の大きな貿易リスクに直面していると話した。関税の与える影響は様々なところで物の動きも大きく変えようとしています。中国からアメリカへの貨物輸送が急減。コロナ禍のような品薄の懸念も。フォーブスの記事より。中国からアメリカへの貨物輸送量が4月以降急減している。本来、アメリカの小売業者や取引相手の卸売業者はこの時期に新学期から年末にかけての重要な買い物シーズンのために在庫を確保する必要があるが、トランプ大統領が打ち出した事実上の金融に近い関税措置によって深刻な影響を受けている。貨物船4割減。トランプ大統領は4月上旬、中国からの輸入品に累計 145% の関税を課した。ブルームバーグ通信によると、中国からアメリカに向かう貨物船の数は、4月に一時70隻超あったのが、足元では40隻ほどと約 40% 減っている。コンテナ数も3割ほど減少している。アメリカ海洋戦略センターによれば、4月には中国からアメリカへ向かう貨物船の80便がキャンセルされた。この数は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、世界的大流行中のどの月に比べても 60% 以上多いという。コンテナ輸送部門はマクロ環境で未曾有の逆風にさらされていると言っても過言ではないとしている。スコット・ベッセントアメリカ財務長官が金融と表現する状態が早急に解消される見込みは、米中間の現在の緊張を考えると非常に薄そうだ。仮に解消されるとしても、小売業者はなお今年後半に危機的な在庫不足に陥る可能性を視野に入れる。貿易問題が解決に至っても、小売業界の供給網はすぐには対応できないかもしれない。コンテナ船が中国からアメリカに到着するまでには、20から40日ぐらいかかり、さらに商品が港から都市に輸送されるには最大10日要する。例年であれば、8から9月の新学期シーズンや12月のクリスマス商戦向けの在庫を5月中旬から6月上旬には受け取り始める。小売業者が今年前倒しで商品を発注していたため、現時点ではまだ品薄にはなっていない。だが、今のような出荷の減少が長引くにつれて、コロナ禍のような品不足が発生する可能性が高まると警鐘を鳴らす。米中貿易の行き詰まりが長引くほど混乱はますます深刻になっていく。船舶の沖合待機や注文のキャンセル、健全に経営されてきた小売業者の破産申請が相次ぐと予想。5月末までにアメリカの貨物需要は停止状態に陥り、6月上旬にはトラック輸送を含む物流業界や小売業界で大規模なレイオフ、失業者の増大が始まると見ている。トランプ大統領の関税政策はまず実施が2月からでした。以前からかけると公言していた中国に対してフェンタニル問題で関税をかけ始め、それに合わせてカナダやメキシコに対してもフェンタニル問題プラスアルファ不法移民問題への対応への不服として関税政策を発表実施。そしてその後、全世界向けにアメリカが貿易赤字を抱えている問題を解消するためとして、一律 10% プラスアルファ貿易赤字額が大きい国に対しては、上乗せして関税をかけるといった政策を発表しました。基本的に関税をかけることによって、アメリカに輸出されたものは、アメリカ国内の輸入業者が関税を政府に新たに支払い額が増えます。関税が上乗せされる分、物価はどうしても上昇するものです。しかし、トランプ大統領は、莫大な関税収入が上がるのだから、その関税収入をもってして大規模な減税政策を後々打つかもしれないから、それで帳消しにできるだろうという未来を示しました。また、関税政策の実施に伴って、海外で作るんではなく、アメリカ国内で作ればいいじゃないか、
製造業はアメリカ国内に戻り、それによって見捨てられた労働者の人たちは新たな職を得て、偉大なアメリカが取り戻せるのだというような未来像を提示しています。ただ、現実に今起こっていることは、製造拠点をアメリカに戻すには、かなりの時間がかかりますから、今すぐ雇用者が復活するわけでもなく、製造拠点がバンバンと新たな雇用を生み出しているという状況ではありません。現在の状況は関税政策に伴ってアメリカ国内で物の価格やサービスの値段が上がり、国民経済は苦しむ場面です。また、こうした関税政策の実施に伴ってアメリカ経済やもしくは世界経済の景気後退リスクといったものが上昇します。経営者の中には、そういう未来が待っているんだなというふうに考えれば、設備投資は一旦見合わせ、また生産拠点を見直さなければとなれば、新たなコスト負担に備えて経営計画そのものを見直さなければなりません。そうした意味では、今トランプ大統領の行っている政策は、中国に対しても経済的な打撃を与えるんだけれども、同時にアメリカ経済そのものもダメージを受ける、そうした我慢比べの状態に突入したと言えます。なお、こうした関税政策の悪影響に伴う景気後退リスクが高まっている話なのですが、その中においてもアメリカの一部企業たちはまだまだ競争力を維持するものとみられます。例えば、物のやり取りに関税がかかるといったような話をしましたが、インターネットの世界やもしくはソフトウェアの世界においては、世界的なシェアを獲得し、高い競争力を維持している企業がアメリカにはいくらでもあります。代表例としては、Google の上場会社であるアルファベットやマイクロソフトなどがその代表例だと言えるでしょう。ただ、アメリカ経済全体が景気後退するんだな、物価が上昇してアメリカ国民の失業が増えるんだなというような話が広がれば、市場全体として上値を追うような状況では今はないでしょう。そしてトランプ大統領が総合関税を発表し、世界中の国々に対して高い関税をかけると発表した時には、株安とドル安、そして債券安のトリプル安というような状況が発生しました。特にアメリカは債務問題があって、国債が売られまくって利率が上がりまくってしまうと、それに伴って財政状況が悪化します。私は今の政策のままでは中国に対する経済的な打撃を与えることもできるけれども、しかしアメリカの経済もまた血まみれな状態になってしまうのではないかと予想しています。トランプ大統領は政策をコロコロと変えるといったことがこれまでは続いていますから、どのようにしてアメリカ経済のダメージをコントロールしていくか、その政策の変更具合についてもこれからよくよく見ておく必要があるでしょう。それは世界経済全体だけではなく、日本経済に対しても大きな影響をもたらす動きです。というわけで今回の動画はここまで。アメリカの GDP 発表により、トランプ政権の政策がアメリカ経済にかなりのブレーキをかけた可能性が指摘されています。今後の世界経済の行方は、日本経済にとっても大きな影響を与えるものですから、これからも関心を持って経済状況の動向については追っていきましょう。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。